か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。8月も今日で最終日ですね。今月のテーマ、韓国のロックバラード曲のラストはイムジェボムさんのピサン、飛翔という曲を歌って紹介します。イムジェボムさんももはやイムジェボム先生という継承がふさわしい韓国のレジェンド歌手のお一人です。歌うために生まれてきた方と言っても過言ではない天才中の天才だと思いますね。名曲がたくさんあるんですが、今回はその中でも私のインセンソング、人生ソングですね。人生の支えになってくれた曲、飛翔という曲を紹介したいと思います。イムジェボム先生はですね、1962年生まれの現在60歳でいらっしゃいます。デビューは1986年なんですが、最初はシナウィーというヘビーメタルバンドのボーカルとしてデビューしたそうです。シナウィーは韓国初のヘビーメタルバンドだったそうですね。で、重厚感のあるメタルやハードロックのボーカルとして歌手としてのキャリアをスタートします。ただですね、もうこの頃は私まだ生まれたか生まれてないかぐらいの時代なので、リアルタイムにはね当然存じ上げなかったですね。で、1991年にソロデビューして、ヒット曲はロックバラードが多いんですが、フォークソング、R&B、ソウルといったあらゆるジャンルを消化して、またそれぞれ違った表現で歌いこなせるボーカリストでもあります。イムジェボムさんはまず体格がすごくいいんですね。背も高くて胸の厚みがあって、で顔もですね、顎が大きくておでこがパーンと張ってて、響きが大きいボーカリストの条件を全て持っていらっしゃいます。もうこの時点でね、体格の時点で声量とかパワーは約束されてると思うんですね。歌声自体は荒いハスキーボイスなんですが、声帯を柔軟に使いこなせる方で、持っている音域はかなり広いです。で、パワフルな男らしい重低音から女性の高音域までまんべんなく発声することができます。そしてもう一つ素晴らしいのは感情表現なんですね。声質がハスキーで男らしい響きなんですが、そこに繊細な感情を乗せることによって強さと切なさが相まった独特の哀愁の世界があります。きっとすごく繊細な性格な方なんだろうと想像しますね。歌を聴いていると魂を揺さぶられるような感動があって、もう何度も聴きながら泣いたことがある歌手です。そして今月紹介した歌手とも親交が深い方で、プファル復活の初代ボーカルのイ・スンチョル先生はインタビューの中で、実は自分の歌声がそこまで好きではない、僕はイムジェボムのような声が好きなんだというふうに語っていらっしゃったことがあります。それから先週紹介したユンドヒョン先生も、自分が歌手としてデビューする出発点になった曲としてイムジェボム先生のバンド時代の代表曲を挙げていらっしゃいます。つまりプロの歌手の間の中でも憧れだったり敬愛されている歌手の一人ということですね。それからイムジェボムさんは英語がすごくお上手なんです。イーグルスのデスペラードやスティングの Shape of My Heart とね、名曲をカバーしているんですが、発音がとても本格的で美しいんですよね。で、私はそれで帰国子女なのかなと思って調べてみたら、なんとバンド時代に半年間イギリスで活動していたことがあって、その半年で英語の発音をマスターしたそうなんですよ。それも最初はほとんど話せない状態でイギリスに行って、で帰ってきた時にはね、ネイティブ並みの発音ができていたそうです。これはもちろんご本人の努力あってこそのことだとは思いますが、すごく聞き取る力が高くて、また自分の口でそれを再現する能力が高いんだと思います。よく歌が上手い人はモノマネも上手いって言われてるんですけれども、これもきっと特徴を聞き取って再現する能力が高いっていうことだと思いますね。韓
国4大女性ボーカリストのお一人として紹介したパク・ジョンヒョンさんとイム・ジェボムさんは同じ音楽事務所に所属していたので、パク・ジョンヒョンさんが最初アメリカから韓国に来てデビューしたんですけれども、その最初の頃はまだ韓国語でのコミュニケーションが難しくて、その時にイム・ジェボムさんが英語で助けてあげたっていうようなエピソードがあります。このお二人は音楽的にも親交がありまして、サランボダ・キップン山頂、愛よりも深い傷という曲でデュエットを発表していたり、イム・ジェボムさんの楽曲の英語歌詞をパク・ジョンヒョンさんが作詞をしたりしています。私はバンド時代のイム・ジェボムさんは存じ上げなくて、遡って音源を聞きましたね。で、90年代のソロ曲のヒット当時も、リアルタイムには当然知らなかったんですけれども、韓国のバラードと出会ってからいろんな歌手の方がイム・ジェボムさんの楽曲をカバーしていたり、敬愛する歌手として名前を挙げていて、それで聴くようになりました。イム・ジェボムさんは2011年に나는 가수다、私は歌手だという番組に出演して、ヒット曲のノルビヘ、君のためにという曲を熱唱してですね、その歌唱が注目されて再度この曲がヒットします。で、もともとあまりテレビに出演する方ではなかったんですが、この時は奥さんががんの闘病中だったそうで、治療費のためにテレビ出演を引き受けたそうです。そういった背景とともにこの時の歌唱を聞くと本当にね、涙が出てきます。ノルビヘ、君のためにという曲には、僕を世界で正しく生きさせてくれる唯一の人が君だっていうことを分かってるっていう歌詞があるんですよ。つまり自分が人として正しい道を生きていくのに必要な人が君なんだっていうことですね。で、その部分をね、どんな気持ちで歌ってたのかなって思うと、この奥さんが闘病中っていう時だからこそ生まれた表現があるんだろうなと思って、こういう大変な中テレビに出て歌ってくださったことを感謝するような気持ちになりますね。で、こちらね、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひこの時の歌唱もご覧になってみてください。2015年に30周年記念コンサートを終えた後は音楽活動を休止されていたんですね。で、2017年には闘病中だった奥様が亡くなってしまって、その失意からもう仙人のような姿になって日々を過ごしていたそうです。でも本当に最近ですね、2022年に7年ぶりに新しいアルバムを発表してコンサート活動も再開したんですね。で、このね、新しいアルバムもとってもいいんですよ。やっぱりいろんな人生の荒波を経験されて、歌のトーンも静かに優しくなっていますね。こうして年齢とともに変わっていく歌い方や表現のスタイルっていうのが、歌手が歌の中で人生を見せてくれるような感じがして、こういう変化もファンとしては嬉しいと思います。長く推しが活動してほしいと思う理由の一つでもありますよね。では続いて今日カバーする曲の話題に入っていきます。今日紹介する曲、飛翔ピサンという曲は1997年に発表されたイム・ジェボムさんの第2週アルバムのタイトルトラックです。この曲はね、歌詞が本当に素晴らしいんですよ。バラード曲って恋愛をテーマにした曲が多いんですけれども、この曲は人生を歌っています。思い通りに生きられない生きづらさを抱えながらも、もう一度自分らしく頑張ってみようという決意が歌われている曲なんですね。まさにイム・ジェボムさんの生き様を彷彿とさせるような歌詞なんですが、実は作詞はチェ・ジョンウンさんという方が担当しているんですね。この作詞家の方は最新アルバムの曲の作詞も担当されていて、イム・ジェボムさんの歌声から感情を読み取ってそれを言葉で表現したそうなんですね。この方も本当に天才だと思います。ではまず歌詞を紹介していきますね。今回は特に私の好きなフレーズをね、ピックアップして紹介していきたいと思います。まず最初の部分です。누구나 한 번쯤은、誰でも一度ぐらいは자기만의 세계로、自分だけの世界に빠져들게 되는 순간이 있지.のめり込む瞬間があるだろう。그렇지만 나는 제자리로 오지 못해서、
だけど僕はあるべき場所に戻れなかった。되돌아나오는 길을 모르니戻る道を知らないからという歌詞で始まります。続いて1番のサビの歌詞を紹介しますね。나도 세상에 나가고 싶어。僕も世界に飛び立ちたい。당당히 내 꿈들을 보여줘야 해。堂々と自分の夢を見せなければ。그토록 오랫동안 움츠렸던 날개。それほど長い間縮めていた翼。하늘로 더 넓게 펼쳐 보이며 날고 싶어。空にもっと大きく広げて見せながら飛び立ちたいという歌詞なんですね。で、この曲を私は研修医や専攻医の頃、医師としての下積みの時代によく聴いていました。でもちろんね、医師は自分で選んだ仕事でしたし、一旦音楽をやめて先に医師として経験を積むっていうのは自分で決めた道だったんですけれども、一番好きな音楽ができない時間っていうのは本当に羽をもがれたような辛さがありましたね。なんか毎日ここが居場所ではないんだけどなっていう違和感を感じながらも、心身ともに長時間労働に耐える日々でしたからね、何度この曲を聴いて涙したかわからないっていうぐらいでした。そしてもう一つ、2番の歌詞でとても好きな部分があるので紹介します。상처받는 것보단傷つくことよりは혼자를 택한 거지。一人を選んだんだ。孤独이 꼭 나쁜 것은 아니야。孤独は必ずしも悪いことではない。외로움은 나에게 누구도 말하지 않은。寂しさは僕に誰にも話さない소중한 것 깨닫게 했으니까。大切なことを気づかせてくれたからという部分ですね。この歌詞もまさに自分の人生とリンクするところがあってですね、私は基本的に集団に適応できない人間だったので、学生時代にはいじめに遭うし、医師になってからも周りの価値観と合わないことが多かったんですけれども、この部分のね、孤独は必ずしも悪いことではない、その中で気づいた大切なこともあるっていう歌詞はね、本当にお守りの部分でしたね。そして2番のサビでは無事世界に飛び立っていくんですね。うまくいかなかった時期も人生を生き抜く力になってくれるんだよというメッセージが込められている歌です。では曲を聴いてみてください。イムジェボムさんのピサン、飛翔という曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとストリングスとドラムで作っております。イムジェボムさんの原曲はザ・男歌っていう感じなんですね。骨太な発声をされていますので、女性の声でどうカバーしようかちょっと悩んだところもありました。最終的にはもう自分の表現したい感情から歌声を作っていきましたね。この曲が歌えること自体、私にとってはすごく幸せで、作業してる間もずっと嬉しかったですね。で、先ほどイムジェボムさんが最近カムバックしたという話をしたんですが、ちょうど今年ですね、私の大好きなBegin Againという番組にイムジェボムさんが出演されて、この曲を歌ったんですね。で、その時の歌唱も本当に素晴らしいので、こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。90年代の原曲の頃の男らしい歌い方も大変かっこよかったんですけれども、最近の歌い方はより優しさと深みを感じるような歌い方になってます。ぜひご覧になってみてください。そんなわけで8月のロックバラードもお付き合いいただきありがとうございました。まだまだ紹介したいバンドや歌手はたくさんいるので、来年も夏はロックをやろうかなと思っております。そして来月9月はイームンセ先生特集の予定で、その次はですね、最近男性歌手の曲ばっかり歌ってるので、ちょっと女性歌手をねテーマに紹介する月にしようかななんて思っております。それとは別にリクエストはですね、随時募集しております。で、また曲が集まったらリクエスト企画もやろうと思っております。今
日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。